にっこり撮ります。成人式の年に着るはずだった振袖がなんで2年後になってしまったのか。袖持ってください。こんな感じになりましたよ。じゃん。難しい。簡単な感じ。そうなんですよ。前にしておいた方が良かったですね。お願いします。2個。そうバッチリです。いい感じ。じゃあちらっと画面でカメラの方で2個ってできます。2個。あら素敵バッチリですよ。お姉さんなんでね。お姉さんそう本をちょっと本を読んでる風で名前作りますから。大好きな英字じゃない。英字。今韓国にねいらっしゃる。韓国はでもそこがいいかな。お、20歳。お腹のマットですよ。そしたらじゃあちょっとここるからね。はい。カメラ目線でにっこり撮ります。はい。いいですね。バッチリですよ。そしたらじゃあそれちょっとお顔の横でギュッて。そう。かわいい。かわいいよね。妹に対して可愛いとか言って。やべえ。妹可愛いんだよ。そう可愛いんだよね。問題ない。ごめんなさい。そしたらじゃあまたちょっと再開で目線も下に向けてもらって。そしたらじゃあちらっとカメラの方も見てほしいって言って。ありがとうね。おめでとうございます。Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. しょうがない。へっぽこすぎて。へっぽこ歩き映ってますよ。かわいい。めっちゃかわ。めっちゃかわ。いい感じでござる。めっちゃ可愛いんだけどウサギ。うん。屋台見る。会えるのは雨でしょ。でも雨めっちゃ高かったよ。だるま。ずっと雨。私はちいかわとっていいよ。会いたかったんだ。リリースされますって聞いた時からさ、お祭りにめっちゃ可愛いちいかわ。あ、シナも1個減ったよ。うん。プリンも。どれにしますか？お焼きの方が食べやすいかも。あ、食べやすさは食べやすいかもね。焼きそばね、開くから。
会計にしようか。はい、行ってください。どうもありがとう。ゲッチいいね、マジ天気いいわ。深いんだけど。一口でいくんですか？熱いよ絶対。熱くない？風に吹かれていい女。どうですか？おいしい。美味しいですか？よかったです。美味しいです。よかったです。あ、風が。風が。山があって射的もあって人混み。ここがお参りの列とお守りを買う列で人がいっぱい。사람이 엄청 많습니다. 좀 많습니다. 일본은 새해 이렇게 신사를 와서 많이 있어요. 네. 새해 와가지고 1년 동안 잘 지낼 수 있도록 기도를 합니다. めっちゃいい匂いする。すごい誰もいないけど。目のアイシャドウだけで。お疲れ様会だね。お疲れ様だね。え？ずーっと映らん。いや、もらってくよ。でかい。1000円のパフェ。はい、皆さんここまで動画見ていただき本当にありがとうございます。今日の動画は振袖の後撮り Vlogかっこ2年越しみたいな感じで見たんですけれども、成人式の年に着るはずだった振袖がなんで2年後になってしまったのかっていうのにちょっとお話ししたいと思うんですけど、本当は私は2022年の1月に成人式がある予定だったんですね。2021年の第2その前撮りとかいろんな美容室の予約とか本来しないといけないんですけど、コロナで全然帰国のめどが立たなくて、成人式自体も本当にできるのかなぐらいの状況だったんですね。一番悪かったですよね、2021年って状況が。だから飛行機も全然ないし高いし予約ができない状態が続いて、結局その冬に僕は諦めて成人式も諦めたっていう感じで、今回やっとその後も機会がないわけじゃなかったけど、いろいろ都合が合わなかったりしてずっと取れなくて、今回の一時帰国の間にお姉ちゃんが協力してくれることになって取れることになりました。で取ってきました。なんか成人式のお話をちょっとします
と、私、成人式は国に留学するとか全然関係なく、もう中高時代からそんなに興味がないというか、お姉ちゃんの成人式とか見てても、美容室にね早朝から行って準備してとか、なんかいろいろお金もかかるしめんどくさそうだなっていうのが一番思ってたことなんですね。だからなんか振り袖自体そんなに興味もないし、成人式自体もあんま別によくねみたいな感じで全然やる気がなかったんですよ、もともと。なので自分がもし成人する時になっても行かなくていいかなとかね考えてたらこんなことになっちゃったんですけどで、でもこっちに留学することになって、だんだんちょっと成人式行きたいなみたいな思いは芽生えてたんですけど、結局ねコロナがあって出ることはできなかったんですけど、なんか同窓会とかもにねありがたく誘ってもらったりしてたんですけど、ちょっと帰国できなくてってなっちゃって、実際その成人式の当日いろんな友達のインスタのストーリーとか見て、いいなみたいなちも出たかったなみたいな、みんなおめでとうみたいな感じで見守ってたんですけれども、私はもうほんとその後私より年下の子たちがこっち来てて、韓国の同じ留学生とかで、いやちょっと成人式迷ってるんですよねとか、出なくていいかなって思ってるんですよねとか言ってる子がいたら、絶対出た方がいいよって言い続けてるんですよ今も。本当になんか韓国に来てよりそれを強く思うようになったと言いますか、やっぱり韓国の周りの方からも成人式どうだったのとか、やっぱ成人式って海外にはないじゃないですか。日本だけの文化で、ましてやねそうやって振り袖とか伝統の服を着るので、いろんなね考え方がありますでしょうけど、よく言うと日本での伝統の文化じゃないですか。だからそれをより海外に出たことによって強く感じて、せっかく日本人として生まれてそれに参加する機会があるんだったら絶対に出た方がいいなっていうのを自分は強く思うようになって、後悔と言いますか、出たかったなって、一生多分引きずるであろう人間がここにいるんですよいや出たかったですよ出たかった。でも出れなかった。終わって、22歳ですって感じなんですけど、何が言いたいのかと言いますとですね、もしこの動画を見てる方でアンダー20歳の方がおりましたら、ぜひ成人式興味ない人とかもいらっしゃるかと思うんですけど、こうはならないでねって言いたいですね。こんな大人にはならないでくださいと言いたいです。成人式についての私のエピソードみたいなのを語らせていただきました。今日の動画はここまでになります. 끝까지 시청해주셔서 너무너무 감사드리고요. 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.